はいどうも、フランスガイド中村です。今私の後ろに映っているのはギャルデレスト、そうパリのね東駅でございます。そう今私たちはパリの10区にいるんですけども、これからねパリ10区を出発しましてサンマルタン運河を経由しながらレプブリックまで皆さんにね、このパリの風景を見ていただきたいと思います。今回はねゲストがいるんですね。ゲストですね。いつもねオニバというねオンラインツアーのメイクを担当していただいているメイクアップアーティストのひろこさんです。はじめまして、よろしくお願いします。今回よろしくお願いします。はい、ということでね今回は案内役私フランスガイド中村とトラベルパートナーになっちゃいました。メイクアップアーティストのひろこと、そして撮影はイメージクリエイターのこうです。ということでねこの3人でやっていきたいと思います。それでは早速行きましょう。さあ東駅が映っておりますけどね、その東駅の反対側からね行きましょうか。はい、そうするとねここにこんな建物があるんですよ。ちょっとこれ、前回の続きにもなっているんですけども、どうしようか、どっちから行こうか、向こうから行こう。実はねここ今ね、人々が並んでるところがあって、それちょっと今炊き出しのような、ね、ものをやっているんだけども、その後ろわかります？アーチがずらーっと並んでるようなところ、これね昔ね、ここに修道院がありまして、その修道院の回廊だったところですね。はい、でそのこの修道院は現在はメゾンズアーシテクトだっけ？メゾンデアーシテクチュー。最もね日が長い時期に差し掛かっているので、いい時期になってましたよね。僕ねここのねメゾンアーシテクチュールで昔コンサートやったことあるんですよ。コンサート？へえ。でここはいろんなイベントとか、あとね建築系のエクスポジションとかもよくやってて、あと僕行ったことないんですけど、ここに隠れ家的なカフェがあるんでしょ。めちゃめちゃいいんですよ。なんかちょっと庭みたいな雰囲気でね。カフェアーっていうの、ね、あそこが入り口なんでしょ。そう隠れ家、まさかなんかカフェがあるとはね雰囲気ないけど、看板には一応書いてあるカフェ。知る人ぞ知る、結構地元の人が多いですね。だからじゃあねここ渡っていきましょう。先ほどのその回廊があって、そしてカフェがあるなんていうところはレコレ修道院というところになっていて、ですからこれからねレコレ通りっていうところに行きます。あれ違ったっけな。そうレコレ通りね、フーデレコレというね道を入っていきます。というのはここはレコレ修道院があったからなんだよね。はい、ここにあります。10区のね、フーデレコレとありますね。レコレ、通りというところを進んでいきましょう。もともと修道院があったので非常に壁が高いですよね。はい、このように壁が高くなっていて、ここの中がですね今では公園になっているので、その公園に、これから私たちは入っていくんだけども、ここは第一次世界大戦の時には軍事病院になっていたところでもあるんですよね。すごいね夕日が後ろから照ってますね。でこれからね公園の中に入っていきますけども、そのかつては修道院だった場所が現在では公園になっています。でねちょっとねここの対岸の方からね見ていただくと分かるんだけども、はい、ここ第一次世界大戦の時には病院になっていたということで、このねちょうど門のところにオピタル・ミリテ・ビルマンと書いてあります。はい、ビルマンの軍事病院というね門になっていますけども、ここはかつて病院だったという印が現在でも。珍しいね公園なのにこうなんか門構えがすごいですよね。だからここは軍事病院だった当時作ったものなんだろうね。オピタル・ミリテって書いてあるから軍事病院と書いてあります。このようなかつてこういう歴史があったということで、一部を残しているんでしょう。そしてここにね入るとこんな公園になっていて素晴らしいでしょう。市民の憩いの場になっているんですけども、ほらここにねこんな看板も出ているんですよ。これねパリの本当に至る所にあるんだけども、はい、1942年から44年、これちょうどパリが占領されてた時ですね。ナチスドイツに700人以上のユダヤ人の子どもたちがここの10区に住んでいて、その子たちは強制収容所送りになりましたと。で
彼らのうちの75人は本当にすごいちっちゃくて、彼らは家族たちから引き離され、そして、強制収容所で死んだ彼らのお骨もありませんと書いてあるんだよね。で彼らの記憶っていうものにオマージュを捧げるためにある石碑をここに建てておりますというふうに書いてあります。その石碑がねこちらなんですよ。ここにその石碑があるんだよね。でここにねその彼らたちの名前がずらーっとこうやって書いてあるんだけども、そこにね名前とねその右には年齢が書いてあるんだよね。5歳とか4歳とか2歳とか書いてあるんだけどさ、8ヶ月っていうのもあるよ。下から12345個目かで、そのさらに右の列28日だからもう本当に乳児だよ。あれじゃない、家族の名前一緒だから兄弟か双子かな。あ、双子だ。フェルナンドとジャニーヌ。いやだからさ、こういう非常に悲劇が起こっていて、こういうのを忘れちゃいけないよっていうことなんだよね。で実は先ほどの看板にも書いていたんだけども、ユダヤ人はこの公園にはそのナチス、政権がここにあった時にはユダヤ人の子どもたちはこの公園では入ってはいけないというふうに言われてた。ものすごく差別でしょ。だから今だったらねこういうふうに子どもたちの遊んでる声が皆さんにも聞こえてると思うんだけども、ここには子どもたちの遊具があって、子どもたちがね楽しそうに、夜の8時でも遊んでるっていうのが結構なことなんだけども、やっぱりこういうね子どもたちが普通に遊んでる状況っていうのも実は非常に貴重なことなんだなっていうふうに思いますよね。ということでね、この公園を通りながら、もう一度サンマルタン運河の方に通っていきます。なんか公園にある水道水は前は石鹸のあれがなかったけど石鹸がつくようになりましたね。そうなんですよね。今度出てきた時にまたお見せできると思うんだけども、その公園にはその水道があって、それ飲むことができるんですよね。これはね泉なんですよ。亀がいる亀。これなんかの泉なんだよな。ちょっと忘れちゃいました。ここから水が出てたんだろうね。一回も出てるとこ見たことないなこれ。多分これはもう出ないんじゃない？それとも出んのかな？でも一応そこにね押す場所みたいなのあるけれど、でここから流れてほらここに入るんでね。これどうやって押すんだろう？押した瞬間バーって引いたらドーンって出てきたりしてね。確かこれ多分なんかどっか別の場所にあってここに移したようなことを書いてあったような気もしますけど、ちょっと忘れてしまいました。ここはねよく来るんです私。そうなんですか。のどかでいいね。のどかでいいし、なんか日当たりがいいから、天気の日はみんなここで上半身だけじゃなく結構裸になってね。ほぼ裸。僕も学生時代よく来てた。でここ面白いよね。なんか段々になってんだよね。あれなんか意味があるんですかね。どうなんだろう。ボコボコね波打ってるんですよ地面が。だからさ、なんか面白いのが、この公園のこの運河側と東駅側で全然雰囲気が違うんだよね。本当に。それだけ大きな公園なんですよね今ね。目の前カナルサンマルタンだし。そうでこのね公園の向こう側にまた、水辺が出てくるんですけど、それがねいわゆるサンマルタン運河というものです。たまにねカナルサンマルタンって言ったりするんだけど、カナルっていうのは運河という意味なのでね、カナルサンマルタンといった時はサンマルタン運河のことだと思ってくださいね。でこのね夕方暮れのサンマルタン運河というのはね非常ににぎわってるところでね、この公園なんかはみんなねビールとかねお酒とかね飲んでるんだけど、なんかもう抱えてさ、ビールとか抱えて、ほら抱えてるみんなビールとみんなポテトチップスですよ。ポテトチップスを持ってくるんだね。でもダメになったんじゃなかったっけ？ビール。お酒ダメになったんじゃなかったっけ？ダメらしいよ。ダメなの？
なんかその公共のところで飲んじゃいけないとかっていう決まりになってるらしいんだけど、けどみんな飲んでるよね。みんな飲んでますから。みんな飲んでるダメでも飲む。みんな飲んでる。だからこの今運河沿いにさみんな座ってさ、でお酒飲んだりで、今度反対側にはこのカフェのさテラスがあって、でまあこっちはお金持ちって感じかなね、ちゃんとお金払ってって、別にみんなお金払って、まあ、ビールとか買ってんだと思うんだけど、あ、このお店はなんかすごいアントワンヌ・リリねえ、よく見ますよね、パリのなんかイメージ画像的な感じで。なんかおしゃれなね、感じのパステルカラー調でね、おしゃれな雑貨の雑貨、オニバの SNS で今ね、そうそうそう1軒ずつどういうものが売ってるかいろいろ紹介してますよ、はい、こっちは子供ご覧になってくださいね。子供用の。だから今この辺はそのなんかこういうおしゃれなね感じのお店とか、あと若者とかお酒飲んでその辺座ってお酒飲んだりしてるんだけども、まあ、これもともと工業地帯だったんだよね。工場がたくさん立ち並んでいて、でやっぱそういうの全然もうかつての歴史を想像できないよね。でさ、やっぱそういうのはさ、もともとここで運河で荷物を運んでる歴史っていうのがあって、で今度それが19世紀半ばになると鉄道がね発達することによってどんどんこの運河で荷物を運ばなくなってしまうんだよね。で鉄道で運び、で鉄道の駅に着いて今度荷物は自動車なんかが発達してくると今度はトラックで運ぶようになっていく。でそうするともうこの運が荷物運ぶ必要ないじゃん、で飲み水もここで供給することはなくなってくるからもうこれいらないじゃんって話になってくる。でここで埋め立てようって、でここで高速道路を作ろうって話もあったんですけども、それはもったいないからこの運河を残し、ここを観光地としてもう一度再開発しようとして、まあね、あのようにその運河の両岸を座れるように、したり、あるいはこういうね観光地化することによって先ほどみたいなおしゃれなブチックなんかも出てくるっていうことなんだよね。いいね。でね、またねバンクシーではないですけども、このねストリートアートが出てきました。この人はトゥールーズ出身のビニというアーティストで、女の子をメインとこういう風にして、でね頭がねいつもねアフロヘアみたいになっていて、そこが例えばこれは何なんだろうな、カラフルななんかそのバブルっていうのなんか泡みたいな頭爆発少女。頭爆発少女なんですよ。でね、いつもねこの女の子っていうのは頭が爆発してるような感じでねまあそれが風船だったりこういうバブルだったりいろんな形になってる。でさ、場所によってはさこういう草がもしゃもしゃってなってるとこあるじゃん。でこういうもしゃもしゃっていうのを使って自分のアフロヘアなんかをね使ったりしてるという。でこれはコウさんによるとこれはワインブドウなんじゃないかという。ワインっていうか山ブドウみたいな。ブドウがなってるとか一度も見たことないですけどね。一度も見たことがないということですが、もしかしたらこれねブドウがなるのかもしれませんね。ということでねちょっとね一瞬で、ございましたけど、そのカナルサンマルタン、サンマルタン運河でございました。そして私たちはねここに、裏道を通りましてフーデ・ヴィネグリエといってヴィネグリエ通りというところを行きます。ここはね、どんな道なんですか。ここは職人のアトリエなんかがよくあった場所だなんていうふうにガイドブックには書いてあるんだけど、どうそういうイメージある。だからかなんかドアノブとかがばっかり並んでる、あとドアノブとかあとベルトのなんか金具とか売ってるところがあったから、そういうことか。かつてのさっきさカナルサンマルタンに、パリ市が結構アトリエとか貸し出し始めた場所はここなの。ああなるほどね、だからか。ここからいろいろデザイナーであったり、建築家であったりが出てくるわけですね。で一生懸命ね今イメージクリエイターのコウさんが撮っていたのはここの建物なんだけど、面白いですよね。アソシアションナショナルレガリバルディアンって書いてあるんですよ。でこれアソシエーションなんですけど、一体誰のアソシエーションかというと、このねジョゼッペ・ガリバルディという人で、これイタリアの英雄と言われていますよ。イタリアというのは、19世紀半ば
まだね統一されていなかったんですよね。ここにイタリアの地図があります。1859年の時のイタリアの地図なんですけど、これね色違うとこ全部違う国ですよ。だからイタリアってこれ今だったらさ、この一つの国になってるんだけど、かつてはピエモン・サルデーニュ王国かな、でこの一番シチリアのところはシチリア領帝国でしょ。でエタ・ポンティフィコって書いてあるのは教皇領、そして、このオードイオのところが中部イタリアでしょ。でミラノのロンバルディア地方があってベネチアがあるから、もうバラバラだったんだよね。それがこのサルデーニャっていうところを中心としてイタリア統一をする。その時に、いろんな軍事的に活躍したのがこのジョゼッペ・ガルバルディっていう人で、イタリアでは英雄と見なされていて、イタリアの各地方に行くとこのガルバルディ広場とかね、ガルバルディ通りっていうところはどこにもあるみたいですよ。ニースもイタリアでしたね。そうなんだよね。だからこの人ニース生まれなんだけどさ、イタリア人なんだよ。ニースがその当時サルデーニャ王国に入ってるから。サモアもそうなんです。確かに。だからニースにねプラスガリバルディってある。あった。やっぱあるんだ。誰だろうと思ってて。コルシカはこの時入ってないんだ、イタリア人。コルシカはフランスなんじゃない？なるほど。じゃあイタリアもまだ100年も100歳も行ってないんですね。だからイタリア統一された時からイタリアということを考えるとものすごい若い国なんですよね。意外。でこのライオンはベネチアなんじゃないかという。これベネチアのシンボルなんじゃないかと。そうか。ベネチアはマルコだ。そうサンマルコ。そうサンマルコの生物を持ってきてるからライオンがね、それ以降ベネチアのすぐそこにねイタリアンネラトレードマークになードヨーグルトが美味しってるんですよね。いヨーグルトアイスが美味しいお店があります。左側。で左側ピンク、ちょっとピンク色だ。ピンク色の。これはまたいずれ食レポしましょう。はい。でここからねいわゆる商店街みたいなところに入っていくんですけども、なんかおすすめの店とか美味しい店とかって教えてくださいよ。私はねすごいちっちゃいねレバノン料理が大好きでね、この前も皆さんで打ち上げしましたけど、レバノン料理大好きなんですよね。ちょっとひろこさん近づいたら言って映らない。あとねすぐそこにナナシってね、日本のビオの緑のところだ。ナナシ。あれ弁当パフェジャンって書いてある。弁当って書いてある。本当だ。弁当パフェジャンって書いて。前別のとこにあったよね。美味しいの？美味しい。素朴ななんか体に良い感じのお弁当。今お弁当流行ってる。ここ右側イタリアンレストラン。イタリアンレストランなんか洒落てるよね。すごいの食べてるよところ。ここすごいいっぱい人がいつもいる感じがあるけど、でもここはね僕あんまりおすすめしません。ここはおすすめじゃないんだ。あとねここねいろんなお茶、日本のお茶も買えますよここ。パレドゥッテ？違うわ。ルパドゥッテ。日本のね煎茶も買えるし、茶筒も買えるし、お茶専門店。ほらここ抹茶の抹茶って書いてあるじゃん。すごい極めてるの。こういうのもお茶っ葉。日本人っぽい感じの人が。であそこおすすめのすごいちっちゃいんだけどね。リバン料理。私はいつも持ち帰りして食べるんだけれど、レバーのお肉のが美味しいんですよ。何おすすめ？ここに来たらレバー肉。レバー肉。私はそれとにかくレバー肉のやつください。ここは持ち帰り専門なんだ。でもね上もねすごい狭いんだけど食べれる。レバーってなんていうの？レバー？フランス語で。なんでしたっけ、こうさんレバー。わかんない。あれ？どう忘れちゃった。商品名は？商品名なんだっけ？私いつもこれって。これって指さすって感じ？いいよね、ここら辺はたまにあるんだけど、こういう風になんか商店街っぽい道があるんですよね。で、これは何通りって言うんだっけ？ここなんだっけ？ランクリー道路じゃなかった。ランクリーか。ここまっすぐ行くとジャック・ボン・セルジャン。ジャック・ボン・セルジャンの5番線。5番線。ここはなんか何だったっけな。お箸で食べてるから、確か韓国だったかな。美味しそう。結構ねアジア系のねお店が多いよ。こ
ここもなんかみんな流行ってるよね。でも結構パリってさ、なんかさ入れ替わりが激しいからさ、前あった店がさもうなくなっちゃ変わってるみたいな変わってるってことも結構ありますよね。はいにゃお腹減っちゃうね。いね、いいにゃい。ランクリ通りだ。フードランクリってありましたね。ここら辺に住んでたら毎日ね困らない食べるところ。住まなくてもさ、この辺近くのホテル泊まるだけでもさ、一個一個試すだけでそうそうそうもう1週間ぐらい経っちゃうね。で、コウさんが気になるって言った店がありますよ。どれどれ？あ、ファッションシャ？ファッションシャ。何屋なんだというね。魚と猫。魚と猫っていうお店ですけども、絵が可愛いっすね。シビチェポケ。ほら招き猫置いてあるし。トゥテフェメゾン。なんだろう。ちょっと今度食べに行きましょうよ。で最近そこすごいいつも人が出てて、メキシコ料理屋さん。ガカモールって書いてあるとこでしょ。すごいんですよ。あそこでめちゃくちゃ美味しそうなんだよね。ここ美味しいよ。美味しい。でもう一つ僕ねびっくりしたのが、実はその隣の肉屋なんだけど、ビヨンドエシェフって書いてあるところ、ここ高級肉屋さんなんだけどさ、僕これを見てびっくりしました。なんかここの肉屋さんはかつてトップシェフに出てた人が肉屋さんをやってるらしいんだけども、これ見てくださいよ。アニョプレサレって書いてあるの。プレサレって知ってる？知らないです。プレサレってこれね、モン・サン・ミシェルですよ。モン・サン・ミシェルの、モン・サン・ミシェルっていうところはこのヨーロッパの中でも最も干潮の差が激しいところで、このね草原がモン・サン・ミシェルの周りにずらーっと広がっているんだけども、そこは塩水来るんですよ。塩水が来るからこの葉っぱは塩水に吹かれてるし、ある一部は塩水が本当にここに来るから、この葉っぱはすごいしょっぱいって言われてるのね。じゃあここモン・サン・ミシェルなの？ここモン・サン・ミシェルです。モン・サン・ミシェルに羊がいるってこと？なんでモン・サン・ミシェルの周り羊だらけですよ。知らなかった？知らなかった。だからなんでこれモン・サン・ミシェルを入れた写真を撮んないのかなと思ってるんですけど、モン・サン・ミシェルの周りっていうのはこういう羊たちがいっぱいいて、この塩の効いた草を食べている。でこれをプレサレって言うんですよね。だからちょっとしょっぱいのかな？ちょっとしょっぱいんですよ。ほのかに塩味がする羊の肉で、羊の肉ってちょっと臭みがあって苦手っていう人いるけど、全くない。全くない。だから最高級の羊の肉と言われるのが実はモン・サン・ミシェルの近くで取れるんだけど、それをプレサレって言って、僕はモン・サン・ミシェルの近くでしか僕は食べれないと思ってた。それがここで買えるの？これここで買えます。私何度か来てるんですけど、それには全く気づきませんでした。だからこれびっくりした。だからこれクエノンって書いてあるんだけども、クエノン川っていうのがモン・サン・ミシェルのすぐ近くに流れてる川ですよ。そうなんだ。でここね、すごいな。タコス屋さんめちゃくちゃ美味しそうで、ガカモルって書いてあるけどさ、でこのね、もうちょっと店は閉まっちゃったんだけども、タコス屋さんの隣にあるのがここのワッペン屋さんなんですよね。ワッペン屋さん。なんか見たことある。これはもしやレコアっていうねところなんだけども、ここにこの手縫いのブローチを売っているところなんですが、このブローチ、これ私がつけてるものです。今回ねつけてくるの忘れてしまいました。何してんの？何してんだお前っていうね感じですけど、すみません。これねパリシリーズなんていうのもあって、コーヒーとクロワッサンとか、あとカマンベールとバゲット、バゲットだからそのフランスパンとか、あといろんなものがあって、あとエッフェル塔とかもあります。で僕はねツアーごとになんかそのいっぱいつけたり、僕のコートにいっぱいバーってついてるんだけども、なんかその例えばエッフェル塔ツアーをやった時にはここでエッフェル塔のブローチを買ってつけたりしてたんですよね。歩きながら行きましょう。中村さんどうやってこのお店知ったんですか？これはコウさんも知ってる人なんですけども、版画家のある友人がこんなものをつけたらいいんじゃないっていうふうにしてなんかアドバイスしてもらって、で僕はこの存在をして大好きになりましたね。でここの角にあるパン屋さん有名なんちゃう？すごいよね。行ってみようか。日本のね東京の青山にもありますね。現在もう8時15分なんでね、もう閉まってるんですけども、なんかすごい歴史を感じる
パン屋さんなんだよね、このパン屋さんでよくあるんだけど、こういうかつてずっと昔のパン屋さんなんでしょう。これね、外装っていうの、そういうの取っておくんだよね。で見てくださいよ、これなんかいっぱいさ、こういう風に賞状みたいなのがあるんだけど、メイユー・ブランジェリー・ド・パリ、これパリで最も優秀な、パン屋さんに選ばれましたって書いてあるね。2008年だって。でここはメイユー・ガレット・パリ、パリで最も優秀なガレットだから、なんていうの、パイに選ばれましたって書いてあるね。で2012年、これはその年の、パン屋さんに選ばれたって書いてあるね。ここって歴史的建造物に指定されてるんですか、このあれは。絶対されてると思う、ちゃんと調べてないけど、だからこういう風に残してるんだろうな。なんかこれだからこういう小麦を使ってるっていうことだったり、あとここにはこうやって風車でちゃんと引いてますよみたいな話になってるんだろうね。知ってます？日本の方がよく働いてるんですよ。サーバーの店員さん日本の女性だし。そうなんだ。パンの中作ってる人も日本の人が結構ね働いてる。へえ、美味しいここ。美味しいんだけどちょっと高いですよね。高いんだ。どれぐらいすんの？パンは売ってないですだってね。パンオショコラがいくらだったっけな。普通のパン屋さんよりちょっと2倍。パンオショコラって言ったら普通のパン屋さんだったらだいたい 1.5 ユーロぐらいじゃない？ここ確か3ユーロしないぐらい。いや僕ね、したかな。ででもね全部ビオなの。ビオなんだ。パンオレザン 3.5 ユーロだったよ。パンオレザンっていうのがなんかカタツムリみたいになったぐるぐる巻いたパンで、レーズンパンなんですけど、だいたいね2ユーロぐらいです。1.8 とかそれぐらい。ここね、あそこに今置いてないけど木の大きなテーブルがあってイートインできるんですよ。だから結構観光客の人が来てて、でほら見栄えもすごい可愛いから、インスタ映えする感じでね。映えるってやつ。朝とかいいね。朝あとコーヒーとかもね今ね売ってるから。やっぱこの辺いいね。でこの右手なんですけど、アルハンブラっていうね、これ今劇場コンサート会場になってるんだけど、ここはねかつてはその鉄道職員のための娯楽施設があったところなんですよね。だからね、あそこの扉の上に AFCF って書いてあるんだけど、あれアソシアションでオンプロワイエでシュマンドフェアっていうことなんだよね。違うわ。アソシアションフカってるんだよね。でオンプレイエウブリエでシュマンドフェアですね。だからさ、そのマークがさ車輪になっていて、その車輪の後ろ側、あれロコモティブって言うんだけど、蒸気機関車になってたりする。でその右下はさミツバチの巣なんかが書いてあって、あれ働き者っていう意味になってるんだよね。これなんか大きなね劇場があって、日本のミュージシャンも来てましたよ。誰がやってんの？ガクトとかね。ガクト。ワンオクロック。でなんかこの隣もすごいんだよね。隣のさ装飾もさ、なんか僕全然気がつかなかったんですけど、なんかすげえ大きい鶏とかいるんだよね。今はウェブのエコールって学校って書いてある。あ、そうなんだ。でその隣が学校なんでしょ。また私立の高校ですね。私立の高校。中村さん、赤いの何ですか？赤いのなんだろうね。あれもストリートアートだと思うんですけど、ひろこさん知ってる？彼女はねマスクしてますね今。あれコロナが始まってから彼女はマスクしてるんですよ。コロナ以降マスクをしてるというね。もう外していい時なんですけどね。なんか上から見てる感じで。なんかなんていうのあれ。メガネみたいなやつ。ゴーグル？ゴーグル。アマチュアみたいなね。海潜る時のゴーグルみたいなのつけてるんですよね。ちょっとびっくりするね、知らないと。こういう感じのアニエスベイ。そう言われればここもなんか工場っぽい建物ですもんね、昔はね。どこ？ここの目の前の。これ何なの？わからないの。前はねコーワーキングスペースって地上階に入ってたんだけど、コロナで閉まっちゃった。閉まっちゃったんだ。そうなんだ。なんだっけ、さすごいおしゃれな
服屋っていうのはどこでしたっけ？ここの服を買えば誰でもおしゃれになれるっていう。服のもうちょい先じゃなかったっけ？もうちょい先か。アニエスベイってメーカーか。アニエスベイ、アニエスベイさんのねオフィスもねすぐメーカーというかブランドね。ブランドブランドか。アニエスベイさんのオフィスそこにあってね、前なんか近くのレストランでご飯食べた時はアニエスベイさん本人が隣にいらした。へえ、そうなんだ。あそこじゃないかな。なんかちょっとあそこね。そう、セレクトショップで、ネクストドア。ネクストドア。なんか男性もの扱ってるよね、いっぱい。そう、男性ものでちょっとカジュアルというか、若干カジュアルストリートなんだけど、結構いいらしいってことを。イブトゥディックっていう道ですね。すごいファッショナブルな感じだもん、モードな。ここか。このなんかハートみたいなのって何なの？あ、これさ、コムデ・ギャルソンのさ、そうですよね。コムデ・ギャルソンなの？コンバースとコムデ・ギャルソンの T シャツとかもあるよ。ほら、コムデ・ギャルソンのコムデってが見える。あ、本当だ。コムデ・ギャルソンって女性が着る服？女性も男性も。あ、男性も着るんだ。ネクストドア。コウさん、ここあれですか、撮影かなんかで知ったんですか？そう、ここね、なんかね、美容系の、学生さんのなんかツアー旅行を映像で撮るっていう仕事があって、それで訪れた一つが。あ、じゃあその後プロモーションとかに使うのかな？そうだと思う、多分。なるほどね。こういう旅行をしましたみたいな。あ、そういえばやっぱりパリとかそういう服飾関係とかさ、美容師とかさ、美容師学校とか、最後卒業旅行みたいな感じで研修旅行っていうのをやってさ、そこの学校の生徒たちが結構パリとかね来てたんだけども、今ねなくなっちゃったよね。早く戻るといいんだけどね。早くね、皆さん戻ってくるのを待ってますよ。でも戻ってきそうですけどね。夏どうだろう。なんかもしかしたら旅行会社にはそういう問い合わせとかね、もう始まってるのかもしれないですけどね。さあ、ということでね、もうこっち側行ってね、私たちの最終的なゴール地点であるレプブリック広場までかなりね近づいてまいりました。この左の建物って何ですか？私ずっと気になってるんですけど、この巨大な。これね、調べた限りではカゼルヌ・でジョンタガムって出てくるんだよね。憲兵隊の宿舎けど、憲兵隊ってここから出てくる？なんか見たことあるかもしれない。ジョンダームって言って、フランスではポリスみたいなね、管轄の多分ポリスみたいな管轄の人たちだと思うけど、憲兵ね。憲兵っていうね、そう国のものだろうなとは分かってたけど。でかつてここには、こんないかめしい建物ではなくて、別の建物が建っていて、でそこではですね、いわゆる写真の発祥という写真の原型のようなものを作った人がここで、アトリエなのかな、そういうものを持っていて、ここで、彼の、アトリエから撮った写真というのが今でも残っているんですよね。ダゲールっていう人なんですけど、聞いたことある？聞いたことないです。ダゲレオタイプっていうような写真を作ってですね、その人のなんだろう、アトリエかな、ラボだ。だからその研究所があったところですね。でそんなのがね、ここにこうやって書いてあるんですよ。Ici c'est le V de 1822年から1839年ル・ディオラマ・ドゥ・ダゲーと、このダゲーさんっていう人なんですけど、エル・ラボラトワー研究所ですね。でここでジョセフ・ニセフォーっていう人の発見したものを改良することによってダゲレオタイプというものをここで、作りましたと書いてありますね。だからこういう写真の発祥で、まさにここのアトリエから撮った写真っていうのが人が写った一番初めの写真って言われてるんですよね。なんか左下だったっけな、そこになんかこういう人が写ってて、
当時の写真というのはもう何秒間とかずっと動かないままでいないと写んないので、そこまで観光速度が、観光時間が長かったので感度が悪かったので、だからそこで初めて写った人って言われてるんですよね。だからこんなところにね写真の元祖、その初めてのモデルは誰だったんでしょうね。ここの上から撮っていて、でこの辺のテンプル通りっていうのがありますよね。テンプル大通りっていうのがどっちだっけ、こっちだっけ、こっちにあるんですけど、そこの通りがメインに写ってる写真なんですよね。だからこの建物じゃないんですけどね、多分上の方から撮ってる写真で、その道が写っていて、その上から見た時の、ちょっと渡ろうか、上から見た時にほんのちっちゃい人がポコッと写ってるっていう感じなんですよね。ここも非常に賑わってるところですよね。入れないんですよね、一般の人は。ここが入り口。誰か出てきたりする？なんか出てきてるけども、なんかちょっと一般の人ではないような。なんか憲兵のなんかそのね役所なんじゃない？やっぱそうなんだろうね。出てきてんじゃん。だからね、私よくやるのが Google マップで、上からの写真みたいなの見えるじゃないですか。中どうなってんだろうと思って Google マップで検索してみてる。けどさ、こんなでかいんだよ、中庭が。軍事施設とかさ、そういうのってモザイクとかかかっちゃうんだよね。本当に？そうですよ。そうなん軍ですか。事施設とかそういうところはモザイクかかっちゃいます。申請するんじゃない？ここ映しちゃいけないとこですみたいな感じ。違うのかな？広場にやってきました、中村さん。はい、ということでね、レプリック広場までやってまいりましたね。あっという間でしたね。あっという間です。30分経った？もうすぐ40分です。嘘マジで？はい。これ尺足りるかなとか言って15分ぐらいかなと思ってたんだけど、40分まさかの？はい。マジか。そんな話したっけな。内容のない40分になってしまったんじゃないかと思ってるけど、大丈夫？いや、楽しかったですよ。楽しかった。いややっぱりいいですね、パリの人たち明るくて。はい、ということで、レプリック広場に来ました。共和党広場と言われているところで、マリアンヌというね、共和制の象徴のような女性の人ですけども、右手にはオリーブの木を持っていて、そして左手にはね、なんだっけ、ドア・ドゥ・ロンム、これね、人権宣言ですね。すべての人々は、平等である、そういうことをね言ったものがあります。そしてその下にはね、ライオンがいるじゃない。ライオンの手前には大きな箱があるんだけど、あの箱なんだか分かります？ライオンに登ろうとしている子供がいるんだけど大丈夫か、落ちないようにしてほしいと思いますけども、あれ、そう、スフラージュ・ユニバーセルと書いてあります。あれ、普通選挙のことですよ。あれ、投票箱。だから投票することによってその共和制というのが確立するっていうね、そういうような象徴になっている場所でございます。ということで今回ね、あれどっから出発したんだっけ？ギャードレストの東駅だ。はい、東駅からここまでね皆さんをお連れしたんだけど、いかがでしたでしょうか？どうでした？いやもうね、なんか地元なんですけど、ここすごい地元なんですか？でもなんか新たな発見が、写真のなんかね作られた場所とか全く知らなかった。そうなんですよね。全然知らなかった。やっぱね、知ってるといろいろ面白いことも見えてくると思いますんで、こんなね私たちの動画、少しでも面白いと思ったらチャンネル登録、そして、コメントなんか書いていただけると非常に嬉しく思います。そして私たちは月に1回ですね、オニバっていうんですけども、オンラインツアーをやっていて、こんな感じで、今回はこれ録画ですけども、生中継しながら皆さんのコメントとかを拾いながら、それで皆さんのその決めてもらいながらルートを作っていくなんてね、そんな風に、毎月1回フランス旅行オンラインツアーでやっておりますので、そんなところにも参加していただけると嬉しく思います。ということで今回この辺にしておきましょう。案内役は私、フランスガイドの中村と、トラベルパートナーになっちゃいましたヘアメイクアップアーティストのひろこと、そして撮影はイメージクリエイターのこうです。ということでした。それではね、また次会いましょうという意味で、アビアントでお別れしましょうか。それでは皆さんアビアント。